さゆるどうも。お肉が美味しい季節がねやってきた気がするんですけど、どうですかね。ということで今回はコストコのサーロインステーキを使って一丁焼いていきます。このサーロインステーキまあまあ分厚いですからね、 2.5 センチ以上多分ありますね。3センチはあるんじゃないかな。一人で食べるにはまあちょっと多いと思うんですよね。2人もしくは3人で切り分けて食べるといった感じでしょうか。まあ僕はこれ一人で食べますけど、はい。ちなみにコストコに売ってるサーロインは、アメリカのもので、これね美味しいんですよ。チョイスっていうグレードで3段階ぐらい大きく分けてねあるんですけど、上からプライム、次がチョイスで3段目がセレクトといった感じですね。プライムもたまにコストコ置いてますね。そういう時はね迷わず買うことをお勧めします。それで今回使うチョイスっていうグレードもすごい美味しいです。和牛とはやっぱりまたテイストが違いますね。油が少なくて、で赤身の特有の肉々しさっていうのをすごいしっかりと感じられる旨味があります。そんなお肉に合わせるためにね、ソースを作るんですけど、赤ワインソースです。イメージはソースボルドレーズといった感じですね。ソースボルドレーズというのは、ボルドー風のソースのことで、基本的にはそのボルドーワインを使って、あとはエシャロット、赤ワイン、フォンドボーが味の核になります。それとモワールと呼ばれるね牛の骨髄も使うんですけど、これはねなかなか入手困難で、揃えるとなるとね大変なことになるんで、今回は使わないです。なので、エシャロットの代わりに玉ねぎ、あとはスーパーで手に入る赤ワインで大丈夫です。それとフォンドボーは、缶詰のハインツの、これも比較的入手しやすいものですね。少し付け合わせも作りたいので、事前に軽く塩茹でしておいたじゃがいもを輪切りにして、あとはマッシュルームも4分の1にカットしておきます。そして用意しておいたじゃがいもとマッシュルームですね、これらを焼き色をつけていきます。塩茹でしたとはいえ軽くね塩はしておきます。で表面が香ばしい色になったら大丈夫です。中火でいいと思いますね、火加減は。それでじゃがいもは両面焼けたら一旦バットなどに引き上げて、この後は軽くフライパンを拭き取ってマッシュルームです。マッシュルームも引き続き火力は中火で軽く下味の塩もしておきます。全体がいい感じに炒まったら、これも同じようにバットに引き上げます。先ほどのソースのベースはこれぐらい煮詰めておくといいですね。赤ワインをしっかりと煮詰めて、その後にフォンドボーを加えて、それもしっかりと煮詰めておくといった感じです。ニンニクとあとパセリは、これらは先ほど炒めておいたじゃがいもとマッシュルームの付け合わせ用です。というわけでここからは先ほどというか最初ですねに準備しておいた肉を焼いていきます。とその前にちょっとソースを仕上げておきますか。バターですね。バターを加えてしっかりと乳化させていくんですが、この時はもうほんとなんでしょうね、軽く濃度がソースのような濃度がつくぐらいです。サーロインには両面に適切な塩を打っておきます。塩をねしっかりと測りたいっていう人は、肉の、重量に対してだいたい 0.9 から 1% ぐらいの塩ですね。それで今回焼いていく肉がサーロインなんで、
分厚い油の部分があるんですよね。なので側面というか、それを先に焼いていきます。この時は中火ですね。それで油の部分を軽く焼いたら肉を引き上げてバターを加えていきます。バターと、あと香り付けでニンニクとローズマリー、ここはお好みなんですけど、でバターがですね、程よくムース状になってきたら肉を戻して、だいたい両面30秒ずつぐらいですかね、焼いていきます。この時も、火力はね強火にしたくなっちゃうんですけど、中火でやります。とにかくなんでしょうね、1回で焼き色をしっかりとつけようとしなくて大丈夫です。一旦バットに引き上げて1分ほど休ませたら、もう一度フライパンの中に戻していきます。この時も火加減は中火で、ちょうどバターが、ブールノワゼット、焦がしバターと呼ばれる状態になってくるので、そうするとねすごくいい状態です。このバターのね状態をキープするっていうのがね結構大事なんですよね。引き続き30秒ずつぐらいですかね、両面を焼きます。で焼き色もちょうどねいい感じになってくるんですよね。なのでそしたらもう一回引き上げて、今度は 2,3 分です。休ませます。あとはまた同じことの繰り返しといった感じです。これがねもっと薄っぺらい肉だったら、最初に強火でバッと仕上げた方がいいんですけどね、もう 2.5 センチから3センチぐらいになってくると、こういった感じで火を入れていった方が多分ね美味しく仕上がると思うんですよね。焦がしバターのいい香りも肉に移りますし、このね焼き色もいい感じになりますから、あとは火が入ったらアルミホイルをかぶせて保温しておきます。それでバターを焦がしすぎないで肉を焼き切るっていうのが大事で、そうすることでフライパンがね引き続き付け合わせ用に使えるんですよね。で肉の美味しい旨味も移ってますから、調理をつなげていけるというか、こういった感じで焼いておいた芋とマッシュルームフライパンに戻して、あとはパセリとニンニクで香りと味がつきますから、もちろんお好みで、塩コショウなどで調整しても大丈夫です。もうねだいたいねかなりいい感じに味はついてると思います。牛肉の旨味の効果ですね。うまっ。そんな感じでその頃にはね、軽く休ませておいた牛肉もいい感じになってると思いますので、お好みのサイズに切り分けていく感じですかね。サーロインだいぶ噛み応えはちゃんとあるんでね、いいっすね、ロゼのいい色。それでサーロインはねしっかりと噛み応えありますから、あんまり分厚くカットしすぎない方がいいんじゃないかなと、個人的には思ってます。あと仕上げの黒胡椒というわけで、盛り付けドレッセに行きます。芋とマッシュルームもたっぷり添えてください。ローズマリーがねもし余ってたら軽く添えるのも見栄えとしていいかもしれないです。あとは作っておいたソースを、これもねたっぷりとお肉の上にかけます。これねたっぷりかけた方がね絶対美味しいです。結構品のある味だな。すっきりしてる。いやこれは反則だよな。めちゃくちゃうまいっすね。
肉はねこうバターの香りすごいまとってるし、あとソースがねやっぱね赤ワインソースってむちゃくちゃうまいっすね。これちょっとね、ちょっと贅沢したい時とかすごいいいんじゃないかな。肉自体はもちろん美味しいんですけどね、やっぱそれをさらにこうワンランク上にするソースの力って素晴らしいですね。このまた箸休めの付け合わせがやばい。というわけでコストコのサーロインステーキとソースボルドレーズでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。